普段はその VFX 周りの映像の VFX 周りの仕事をしております。特撮というと本来ありえないような映像表現、変身ですとか必殺技といったね、そういったものを必要になってくるんですけども、そういった部分のエフェクトだったりとか爆発、炎、水といったそういったものを作って映像に合成する仕事をさせていただいております。最近放送された法人やつるぎ7のグレンカムイやつるぎという新しいやつるぎがいたんですけど、そちらのその変身バンク、変身のシーンの CG はやはり大変だったなと思いますね。監督から番組の顔になるから頑張ってくれとプレッシャーもかけられて、やっぱり新しい形態が出るとなるとそのお客様も期待されると思いますし、それに対してどこまで応えられるかなというところで非常に苦労するところがありました。本当にこういう仕事だとみんな黙々と自分の世界に入って働いているようなイメージを持たれるかもしれないんですけど、そんなことなくて、それこそみんな仲良く会話と笑いが絶えないような環境で働かせていただいております。みんなすごく仲良く楽しくやっております。映像に効果音や音楽をつける業務をしています。一番新しく作業した作品が一番満足のいくように仕事をしているので、それでいうとやつるぎ7ということになります。常に何かしら自分の中で、新しいことを取り入れたりして何かしら変化があるように作業しています。作業をしていく中で、音を入れていって、自分でも思ってもみなかったような効果を、ストーリー上に及ぼすことができた時です。コスチュームを制作しております。思い出に残る作品はやはりやつるぎ1の衣装全部です。キャラクターデザインを忠実に再現するようにしております。やりがいはアクションショーに伺った時にお子さんがご家庭の方が手作りしたコスプレをされているところを見ると、本当に忠実に私たちが苦労して再現したものをやはり細かく作っていただいているところを見ると嬉しくもあり微笑ましくもあり、そういう時に達成感を感じます。アクターや俳優さんが動きやすい、活動しやすい衣装を目指しております。社内各部署との連携および、外部、キャストの事務所、ショーをやる場合であれば、開催地、撮影地の、地方自治体なんかと連絡をやり取り、いろんなところとの、連絡のやり取りおよび交渉事をやったりしています。部署は、制作という部署は一番僕の中で思っているのは企画の立ち上がり、そこから監督と話をして、プロデューサーと話をして、脚本家と話をして、撮影のスケジュールを組んでオーディションをやり、各、撮影場所との交渉、そしてその後、出来上がった編集の映像チェックっていうようなところ、頭からケツまで一番最初から一番最後まで携われる仕事が制作だけだと思う。エンターテインメントに関わる仕事なので、自分たちが楽しめるものじゃないと、お客さんも楽しめないなとは思いますので、そこは、自分はよりクリエイティブな部署ではないんですけれども、できるだけそれでも楽しんで、皆さんにもらえるように、自分が楽しんで仕事をしていきたいなとかも。キャラクターやグッズ、印刷物などのデザインをしています。はい、僕の作品の企画と、あと、メインのキャラクターのデザインをやっています。僕はやつるぎの1作目ですね。初めてのヒーローものということもあって、とにかくいいものを作ろうっていうその熱量と勢いがすごかったと思います。
やつるぎのデザインなんかも何人かで数点描いて、それを子どもたちに選んでもらったりとかもしていました。そうです。僕は一応いろんな作品今までやってきたので、ちょっとどれか一つっていうのは今決められないですけど、一番最近でやったのがやつるぎセブンが、一番今までやってきた中で自分の、スタイルを出したりとか、いろんな多くに携われたので、一番印象的です。デザインはその時代その時代で、流行りとかも変わってくるんですけれども、基本的に今まで作ったもの以上のクオリティを出そうっていうのをいつも考えながらやっています。自分の好き好みのものにどうしてもなりがちなんですけど、やっぱり見てるお客さんのことを考えて、どれが一番適してるかっていうのを常に考えながらやってます。そうですね、うちの会社は何にでもチャレンジさせてくれるような会社なので、いいものであれば自分たちのデザインやアイデアなんかを形にできるっていうところがやりがいを感じますね。デザインだけでなくていろんなアイデアとかを作品に反映できたりとか、仕事に反映できたり、みんなで一括して社内でいろいろやってるっていうことの強みでもあるので、いろんな人と意見を交換しながら作品を作り上げることができるのがすごくいいところだと思います。自分が描いたキャラクターが、映像であったりだとかショーで実際に形になって動いているっていうのが嬉しく感じる瞬間ですね。自分の作ったものが実際に形になって、それに対していろんな反響があるっていうところが、いいことも悪いこともありますけど、でまだやっぱりもっといいものというのをモチベーションにもなっているので、どんどんいいものを作っていきたいなと思っています。そうですね、本当に何でもやって言えるぐらいにいろんなことをやる部署ですので、初めて例えば本を作るだとかそういったこともありますし、本当に一から作り上げていくっていうところでは強みかなとは思いますね。はい、そうですね。いろんなものの形とか色とか大きさとか、普段見てるものですけど、ちょっと気にしてみると意外と面白い発見があったりすると思うので、普段からそういうものの見方をしてもらったりとか、あとはいっぱい絵を描いたりとか、映画を見たり本を読んだり、いろんなとこ遊びに行ったり、いろんな面白い思い出をたくさん作ってもらえればいいんじゃないかなと思います。主に撮影で使用するキャラクターや小道具などの美術を制作しております。すべての制作物に思い入れがあるので、正直言うと甲乙つけがたいですね。というわけで全部ですね。極力、動きやすくハードなアクションにも耐えるように丈夫で軽いものを目指して作っております。他の工房はそれぞれの、業務を担当の人間が分担して制作しているのですが、やつるぎ魂の工房では全ての工程を一人できるスペシャリストが揃っております。追いかけ続ける夢はいつか必ず叶うものです。映像作品においては、企画から、キャスティング、撮影準備、それから撮影して、編集まで一通り一式携わってます。自信のあると言いますか、思い出に残る作品は、絶対期間カエルーンという作品と法人やつるぎセブンという作品ですね。絶対期間カエルーンという作品は、僕自身テレビ向けに初めて子供番組というヒーロー作品を作った作品でもあるので、やっぱり思い入れは強いですね。あとやつるぎセブンに関しては、やつるぎ魂という会社の、根幹に関わるヒーローでもあるんで、それを担当したっていうのはプレッシャーもありましたけど、やっぱり大掛かりな作品でみんなで作り上げたっていうところで思い入れがあります。作品を見てくれた、子どもたちに限らず、大人の方なんですけど、見てくれて
その夢や希望っていうものを少しでも感じ取ってもらえたら嬉しいなと思います。やっぱりその作った作品を見てくれた子どもたちが大人になっても思い出してくれるような、そういう作品を作っていけたらなっていう思いはあります。あとはアクションショーはやっぱりですね、日本武道館で、ショーを開催できるぐらいの力をつけてみんなを楽しませていけたらなっていう夢はありますね。監督をやってます。なので撮影の、企画のところから、いろんな発注のところと準備してで撮影して編集までやって、あとは、ね、MA さんとか CG さんの上がってきたやつをチェックして、仕上げまでっていう仕事です。ローカルヒーロー大決戦がですね、クラウドファンディングで、いろんな人から、その資金を募って、制作までこぎつけたのと、たくさんのヒーローたちと一緒にやれたのが、一番今までで心に残ってるなと思ってます。こうじゃなきゃとかああじゃなきゃっていうこだわりを持たないっていうこだわりを持ってますんで、分かんなかったり迷ったりすると全部人に聞いて意見もらって、でそれもらったものをこう自分の中で組み合わせてやるんで、あまりこだわりすぎないっていうのがこだわりです。今見てくれてる子どもたちが例えば10年ぐらいして大人になった時に、もしかしたら役者の道をね志してるかもしれないし、アクションの道を志してそういうところに踏み入れいたとしたら、一緒にその作品を作って彼らでヒーロイン、剣魂の作品を作ってその監督をしたいなと思ってます。ですね、2011年から、2016年の4月ぐらいまでは、やつるぎと、ライデンマン等々の監督をしていて、2016年の4月からは、監督兼制作をしています。先ほども言いましたけど、2011年にやつるぎ魂というかやつるぎが本格的に始動しました。その年は、皆さんご存知の東日本大震災があった年なんですけども、テレビ放送もあったし、竜宮城スパホテル三日月さんというところでアクションショーが決まっていたんですね。でアクションショーの開催を、どうするっていう話になりまして、こんな時期だから難しいだろうなというところで、その三日月さんの方から、逆にその時期だからこそ、集まってくれた人たちに、勇気と元気を与えるために、やつるぎさん来てくれて、やってくれないかという話がありました。当初やつるぎっていうのは、誰も知らない、その木更津のヒーローだったんですよ。一番最初に、見に来てくれたファンの方々が多分20名ぐらいで始まってるんです。でそれを考えると、今ちょうど、今年で、7周年を迎えたこの7年間の中で大きく結構もうやつるぎ魂というもの自体が変わっていまして、最初その20人から始めたお客さんが、次第にアクションショーを通していく上で、増えていただきで、やつるぎを好きになった子どもたちが多く存在し、もちろんその大人の方々も多くやつるぎを好きになってくれたっていう、今現状それに向かって、これから8年目に突入するんですけど、千葉全体にじゃあやつるぎっていうのを、知ってる方がどのくらいいるのかとか、そういうところを冷静に考えていくと、まだまだ自分たちがやってることっていうのはまだ小さくて、さらにこれから8年目9年目10年目を迎えるにあたって、さらにねとりあえずのところは千葉で、やつるぎという名前を知らない人がいないような、会社にしたいなっていうのはあります。
今の状況で明確に自分にとってのやつるぎっていうのは分からないです。なぜならば、まだ、段階を踏んでるだけなので、この先何年もしてから、日本全国、例えば世界にやつるぎが配信された時に、何かその時に自分の中でのやつるぎっていう答えが出るのかなと思ってます。一生懸命できる仕事です。はい、映像の制作と、イベント事業を行っております。映像の制作に関しては千葉県のご当地ヒーロー、法人やつるぎと、あと館山、発信のヒーロー、電撃、雷電丸という、ヒーローをやってます。あと昨年から始めたんですが、野菜の大切さを子どもたちに伝えるために、もぐもぐベジワールドというキャラクターを昨年からやっています。で、イベント事業に関しては今挙げたようなキャラクターの、アクションショーもしくは、ダンスショーを、展開を、しております。で、当社の場合ですね、企画から、キャラクターのデザイン、キャラクターの制作で撮影、編集でイベント運営まで全て自社の、スタッフで行うというところが強みになっています。ヒーロー悪役ですね、怪人とか含めまして今まで150体以上を制作、してると思います。やつるぎを始めたのが2011年なんですけども、企画を立てたのがその前の年の2010年の、夏頃でして、ちょうどその時期というと、リーマンショックの後で日本中が、元気がないという状況で、大人たちもですね、先行きが不安で塞ぎ込んでる人が非常に多くて、子供は当然大人の顔色を見て、生活をするので、子供たちもなんとなくこう暗いような雰囲気が漂っていたので、子どもたちを元気づけるために大人の事情の入っていない純粋に子どもたちを楽しませるための作品を作ろうということで、法人やつるぎというご当地ヒーローを始めることになりました。競争をしないということですね。うちでやってる授業は、ほとんどそのライバルのいないところ、例えばそのご当地ヒーロー法人やつるぎを例にとりますと、我々が始めた2011年には千葉県には、ご当地ヒーローというものが、おりませんでした。なので、千葉県でうちがヒーローをやれば、我々の一社独占になるということで、他社と競争をしないで市場を独占するというのが、私の考え方であり、このグループの、事業を行う上での指針に、なっています。子どもたちにはですね、勇気と元気を、与えたいということですね。これはその2011年にやつるぎを始めた当初からずっとその、スタッフに言い続けていることで、ここはブレてはいけないことだと思うので、先行き不安な日本をですね背負って立つ子どもたちに本当に純粋な気持ちで勇気と元気を与えたいということが、我々の使命だと思って日々、取り組んでおります。今後の展望としてはまず、法人やつるぎを、千葉県内で知らない人がいないぐらいの、ヒーローにしたい。雷電丸もそうですね。まだまだ木更津とか館山近辺ではやつるぎや雷電丸は知名度があるんですけども、千葉県の、上の方ですね、都会の方に行くとまだまだ知名度が、低いので、まずその千葉県中にやつるぎ雷電丸の、名前を轟かすということと、あともう一つは、昨年始めたもぐもぐベジワールド、これは千葉県という、枠にとらわれているわけではないので、もぐもぐベジワールドに関しては全国区のキャラクターに、したいというのが、目下私の、夢で日々、活動を、行っております。誇りで
見せてやるぜ、俺の木更津スピリット。やつるぎ人々の思いを誇り高き戦士やつるぎ参上。これだ。ちょっと待て。おっしゃ人と会うときは笑顔だよ。ガイオンミッションスタート。さばいてくれ。うわっガイオンスマッシャー。頼もしい仲間ができたぜ。くらえ。何人来ても一緒だマックス。バラバラに引き裂いてやる。お家に帰って誕生日パーティーの続きをやろうな。銃刀法違反だぞ。ブラストフェニックススタート。バトルスーツ装着。やったれ。誇り高き戦士やつるぎ参上。やつるぎアルティメットフェニックス。お前は動きはいいが実に非力だ。夢見るパワーと愛に溢れた大人が叫ぶ。俺たちの友負けるのはもっと嫌いでね。
両義究極よっしゃ来い来るかもしれない。来い応答怒りの猛襲一撃怪盗ランマー新規機能稲妻ライデンマル他人の空にジャスティン・ウィンドウ新しいレッド違いますこれで終わりだドラゴニックウェイあんまり野菜のこと知らないんだよな。はいどうすへへおととい来やがれよーしそれじゃあみんなで野菜を収穫しようなれるかなどんな味がするのかなどんな匂いがするのかな命ある限り生きてる命つなげる命の使者ジェルブレイブギルドストロー私たちの使命幸せを運ぶこと必要だっけじゃあ買いに行く腐ってえな早速思いついちゃったんだけどスイートフェアリーお一ついかが君島綾22歳区分は一見にしかずこれが我が家に託された秘密の公務ですロックオン覚悟しなさいはっはっ